皆さんこんにちは、フーディーボーイです。今回は究極の天ぷらを求めてとんでもないお店に来てしまいました。名古屋の高岡というところにある天ぷら新留さんというお店です。こちらは現在食べログで全国1位の点数を取っていて、食べログゴールドとミシュラン2つ星も獲得しているとても評判のいいお店です。最初に言ってしまうと、新留さんに行くためだけに名古屋へ旅をする価値があると私は思いましたので、個人的にはミシュラン3つ星でもおかしくないレベルだと思いました。当然ながら予約は困難ですが、こんなにすごいお店でも月に一度は誰でも予約するチャンスがあります。予約方法は概要欄に載せておきますので、行ってみたい方はぜひご覧ください。で、本日はそんな新留さんの何がすごいのか、どんな料理が出てくるのか、実際にどれぐらい美味しいのかっていうのをその日食べた全メニューとともに紹介していきたいと思います。また、新留さんは最近揚げてる鍋の様子が見られるように油跳ねを防ぐ板を新しくガラスに変えています。なので、新留さん知ってるよとか他の動画で見たことあるよって方でも、ガラスから揚げてる鍋の様子が映ってる様子っていうのはあんまりないのかなと思いますので、そういった方でも楽しめると思いますので、よかったら動画を最後まで見ていってください。そして動画の中身に入る前に、もっと今回みたいな動画が見たいとか、このチャンネルを応援したいって思ってくれた方は、ぜひチャンネル登録して次の動画が出るのを見逃さないでください。それではメニューを紹介していきます。まずはおつまみが出てきます。最初は純菜と金時草のおひたし。こちらは見た目に反してさっぱりとした味わいです。少し冷たい純菜のつるっとした食感がジメッとした厚さにちょうどいいですね。次は干しガレイの刺身。干しガレイとはとても希少な魚で、天然のヒラメよりも値段が高く、海のダイヤモンドなどと言われている高級食材です。白い面に斑点模様があるのが特徴です。こちらは3日寝かしているそうなんですけれども、やはり普通のヒラメやカレイと違って少し歯ごたえやみずみずしさがまだ残り、旨味はとても上品で余韻が長いです。次は蒸しアワビ。こちらは4時間蒸しているそうです。で、蒸す際に酒とか昆布を入れてなくって、代わりに蒸す前にとある仕掛けをしているみたいです。で、その仕掛けっていうのが、アワビのくちばしを切って体液を出して余計な水分を抜いた後で真空パックして蒸すことで、貝の身がもともと持っている水分だけで蒸しているみたいです。なので臭みは当然なくって、味わいとしては最初にほんのり貝の甘みが来て、後から磯の香りが抜けていくっていうような感じです。食感はムチムチだけど柔らかくて歯切れがいいという完璧な蒸しアワビでした。次はタコ。こちらは食べる前からタコの旨味の強い香りが強烈です。実際に食べてみると、身の歯切れが良すぎて、ほろほろと繊維がほどけていくような食感とともに、タコの旨味が口いっぱいに広がります。また、タコの頭のところは他のお店ではあんまり使わないそうなんですけれども、こちらではゼラチンが多いので、あえて使うそうです。この周りのプルプルした部分がおそらくタコの頭のゼラチンで、足の身よりタコの旨味が凝縮していて香りも強いなと思いました。最後に、ハマグリのスープ。こちらは貝の甘みと旨味がすごくって五臓六腑に染みる味わいです。こちらは熟成寿司の名店、寿司木村さんでも出てきますね。大将同士が仲良しだそうで、木村さんと同じ作り方ならおそらく大量のハマグリを何キロも使ってその出汁でスープを作っていると思います。ここまででつまみは終わりです。唯一無二と言われる天ぷらを提供していて、それだけで勝負できるようなお店がつまみの段階でここまでいい素材を使いながら手間暇を惜しまず調理されていることに驚きました。そしてここからようやく天ぷらが出てきます。まずはエビの足。こちら2つ出てきます。そのまま何もつけずに食べる用と、塩か天つゆのどちらか自由につけて食べる用です。食感は当然サクサクなんですけれども、エビの香りがとても強いなと思いました。また基本は殻なんですけれども、少しだけ身なのか味噌なのか具っぽいものもあって、エビの甘みもほんのり感じられました。次はエビの身。こちらは同じく2つ出てきます。ここで初めて溶けてなくなる衣っていう新食感がとてもわかりやすく感じられてびっくりしました。食感はプリプリでジューシー。香りは強くって、先ほどよりも甘さとエビの旨味が強いっていうような味わいです。次はアオリイカ。おそらく少し寝かせているからか、食感がねっとりとムチムチとしていて、蒸しアワビに近いような食感です。しかしアワビより分厚くって食べ応えがあって、味わいはすごく甘いです。基本的に天ぷらより寿司が好きっていうような私でも、正直どのお寿司屋さんで食べてきたイカよりも美味しかったかもしれません。次はスナップエンドウ。こちらはめちゃくちゃジューシーで甘いです。断面が水分でキラキラしているのがジューシーさを物語っていますね。また衣が少し茶色っぽいですが、これはスナップエンドウの糖分がキャラメリーゼ
要するに飴色玉ねぎと同じ原理で茶色くなっています。これは甘い旨味の証拠ですね。これは人生一美味しいスナップエンドウでした。次はトウモロコシ。こちらは先ほどのスナップエンドウよりもっと甘いです。そして衣が薄いからかガツンと強い甘さと香りがすぐにきます。次はキス。こちらはサクッと口どけのいい衣の後すぐにキスの実のふわふわを感じるのでとても心地いい食感です。次は北海道のシャコ。こちらはカニとエビのいいとこ取りみたいな味わいでしたが、どちらかというと旨味と甘みはカニに近くって香りはエビのようでした。食感は全くパサついてなくってプリプリでジューシーです。ぶっちゃけシャコよりエビの方が絶対に美味しいじゃんと思っていた私の固定観念が見事に覆されて、こちらも間違いなく人生で一番美味しいというようなシャコでした。次は桑名のハマグリ。こちらも人生一でした。見ての通り分厚くって噛み応えがあるのですが、めちゃくちゃジューシーで噛めば噛むほどハマグリの旨味と甘みがじゅわじゅわ出てきます。次はアスパラ。こちらはアスパラの上の部分、真ん中の部分、一番下の茎の部分と3つの部位に分けて提供されます。どれも甘くってジューシーなのですが、一番上は少しホクホクとした食感に青っぽいいい香りがします。で、びっくりしたのが一見硬そうな一番下の茎の部分が一番みずみずしくてジューシーでした。こちらは余熱でじっくり火入れしているそうです。次は半生のバチコ。バチコっていうのはナマコの卵巣のことで、コノコとかクチコとも呼ばれている超高級珍味です。1枚のバチコを作るのに十数キロもの大量のナマコが必要なためとても高いものですが、今回はアルコールが提供できない中、おまけの一品として提供してくださいました。普通は利益率の高いアルコールが提供できないと言ったら逆の発想になると思うんですけれども、こちらのニートメさんのサービス精神も最高だなと思いました。しかもバチコは普通は干したものしか手に入らないそうで、生のものはさらに高いらしいです。で、こちらは塩漬けにしてあるのでそのまま食べても塩っ気が程よくって旨味が半端ないです。食感は貝のようで噛み応えがあります。次は血鮎。こちらは生きた鮎を氷水で動きを鈍くした上で揚げています。生きたまま揚げることには意味があるそうで、低温で優しく内臓に火が入る上に腐敗が進んでいない状態のいい苦味になるからだそうです。そして実際に食べてみると、先に苦味が来た後甘みのある旨味へじんわりと変わっていくっていうような味わいです。また天つゆにつけて食べると甘みの奥行きがもう一回来るっていうような感覚です。一匹の小さな鮎でこれだけ複雑な味わいを楽しめるのは最高ですね。次はもずくと貝の箸休め。こちらもこだわりがあるそうで、もずくは2日間かけて3回漬けてるそうです。どうやら浸透圧で思い通りの味を入れるためにはその2日間っていうのが絶対に必要だそうです。以前沖縄エリアの動画をいくつか上げていて何度かもずくが出てきていますが、当然こちらの方が段違いに美味しくとても上品な味わいでした。次はペコロスの新玉。この時期しか取れないらしく、新玉にするのは香りの出方が違うからだそうです。外側はキャラメリーゼされていて飴色玉ねぎのような香ばしい甘さで、中心の方はみずみずしくてジューシーな甘さになっています。これもまたこんな小さな玉ねぎで複雑な味わいにできることにびっくりしました。次はウニと海苔。こちらは今回は天草の紫ウニを揚げた海苔の上に乗せています。最高級のウニだと思いますが、とんでもない量が乗っていて贅沢ですね。味わいとしては先にウニの甘みが来て、その後に主役と言われている海苔の磯っぽい余韻がずっと続きます。最後は穴子。こちらは箸でひねっただけで半分に割れてしまうほど柔らかくって、衣だけじゃなくって身の方もふわふわと溶けてなくなっていくっていうような食感です。尻尾の方に近い半分は塩で、頭に近い方の半分は天つゆでいただきます。おそらく淡白な方を塩で、油っぽい方を天つゆでっていう意図かなと思います。天ぷらの後は締めとデザートが出てきますが、最後の締めは天丼、天バラ、天茶から選べます。今回私は天バラと天茶を頼んだんですけれども、天バラは小柱がめちゃくちゃ甘いので、その甘みをより感じたいっていう方は甘いタレをつけているっていう天丼よりもしかしたら天バラの方がいいかもしれません。そして天茶はお茶の葉が爽やかでとても香り高くって最後の締めにふさわしい味わいだなと思ってとても美味しかったです。そして最後はデザート。こちらはずっとそれぞれの天ぷらを揚げている合間にちょっとずつじっくり揚げていたさつまいもにアイスを乗っけたものです。外側はカリカリに揚げられていてキャラメルのような甘さで、内側はホクホクで濃厚なさつまいもの甘さっていう感じです。それがアイスの甘さに全然負けていなくって抜群の相性でした。以上がニートメさんで出てきた全メニューでした。今まで食べてきた天ぷらとは全然違って天ぷらの枠組みを超えているなと思いました。なので天ぷらが食べたい気分だから天ぷらに行くっていうより、最高に美味しい料理を食べるためにこのお店にまた行きたいなというふうに思いました。美味しそうだな、行ってみたいなと思った方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた。